はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、カファイン、アーナーです。これ、名前の由来が、アーマチュアとプレイナーのハイブリッド構成だから、アーナーなんだって。ネーミングは安直だけど、平面駆動と BA の組み合わせっていうのがわかりやすくて、私はこのネーミング、結構好きかも。そういえば、カファインのファーストプレイナーモデル、クレイナーもカファインとプレイナーでクレイナーでしたね。そうだったね。14.5mm というこのクラスのモデルとしては大きめの平面磁界型ドライバーとノウルズ社の BA を組み合わせたハイブリッド構成。デザインもエレガントで美しいんですよ。フェイスプレートの幾何学的な模様は中国の伝統的な窓枠がモチーフで、全てが望み通りに進むという非常に縁起のいい意味が込められているそうです。縁起物か。見た目だけじゃなくて中身のこだわりもすごそう。14.5mm ってプレイナーとしては大きめだよね。まあそうだね。14.8mm とか 15mm 超えるサイズもあるけど大きめな方だね。このサイズ感だからこそ深く沈み込むようなパワフルでクリアな低音を確保できてる。特に注目すべきは BA ドライバーの役割。800Hz というかなり低い帯域から合流するようにチューニングされてる。プレイナーが全帯域をカバーしてるってことだから被る帯域がかなり広いよね。アーナーには3種類の交換式チューニングノズルがバンドルされています。カファインのモデルにはチューニングノズルがバンドルされていることが多いね。そうなのよね。波形比較はこんな感じで中域から中高域にかけての変化が大きくなっています。チューニングノズルって大体こういう変化になるよね。シルバーが基準になってるんだね。シルバーは全体のバランスを整えたサウンド。ゴールドは広域の透明感を強調したすっきりとしたクリア系。そしてブラックは温かみがあって低域の厚みが増す芳醇でリスニング向きのサウンドになるように調整されてる。それプラスイヤーチップが4種類バンドルされているので耳の形や好みの密閉感に合わせてセレクトできるし、専用の収納ケースがついているのも嬉しいですね。チューニングノズルに比べると変化幅が少ないんで比較のラインを細くしてあるんだね。でも音質だけじゃなくて装着感も大事だから、まずは装着感優先で選ぶのがベターだろうね。ボディは最新の CNC 加工技術で航空機グレードのアルミニウム合金を5軸精密マシンで30分以上かけて削り出しているそうだ。筐体の厚さをわずか 0.06mm という極薄レベルまで抑えることで大口径ドライバーを積みながらも片側実測 6.9g。 なるほど。フェイスプレート側から音漏れしそうなビジュアルだけど、これはデザインで実際は全然漏れてこなかったよ。あ、そうなんだ。ケーブルは高純と金メッキ無酸素銅の4芯編みで合計392本もの線が使われている贅沢な仕様です。モジュラー式プラグで 3.5、4.4mm のプラグを付け替えられ、ロックリングで固定できるので抜けの心配もありません。ロックリングで固定するタイプが増えてきてていいね。最近のトレンドを詰め込んできた感じ。それからこれはバンドル品ではなく別売になりますが USB Type-C モジュラープラグです。アーナーとクワティオのケーブルと互換性があり、小型のダックとアンプチップが内蔵されています。あったら便利ですよね。価格が3万円前後なんでカファインのモデルの中ではフラッグシップ級になるね。今回のサウンドチェックは3種類のチューニングノズルの違いを聞いてみたいと思うんですが、そうだね。プレイナーメインで BA を中域から上で担当するモデルって手持ちではないんでそうしよう。音調整の基準はノズルシルバーにしてるよ。はい、ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。波形通りという印象で、この帯域中心に広域を作っている印象でしたね。そうだね。広域をかなり抑えた感じになっているんで、ノズルゴールドでこの帯域マックスで聞くと不足気味だった広域が出てバランスが取れる印象だった。ってことは、ノズルブラックだと低域によったバランスになるよね。これは使わないの？そうだな。それがブラックでも案外悪くなかったんだよな。2キロあたりが少し下がることで、その上の帯域が効きやすくなったってことなんだろうね。思ったより低域に寄った感じはしなくて、どのノズルも使えるなぁと思った。でも調整するなら物理的なチューニングノズルでは難しいんだろうけど、3から5キロあたりを持ち上げるような変化を期待しちゃうね。EQ でこんな感じに補正してみたんだけど、スネアやシンバル系が抜けてきて結構良かったんだ。波形を見ていて確認してみたくなったのが、クレイナーの波形で重ねてみるとやっぱりって感じで傾向は似てた。5から8キロあたりをしっかり出してるんで、広域の抜けはクレイナーの方がいいね。ただこれでも広域がきついと感じる人のために今回のアーナーが登場したのかなと思う。ジャックさん、クレイナーの波形って先日レビューしたローズセルサ CG20 にも似ていると思って波形を重ねてみました。へえ、こっちはよく似てるね。愛ちゃん、よく気づいたね。実機の聞き比べもしたんでしょ？はい、カーブの傾向は酷似と言ってもいいと思うんですけど、低域の違いが結構大きく、クレイナーの方がどっしりしていました。それもあって広域は CG20 の方がクリアに聞こえましたよ。私も聞き比べてみたけど同感だね。プレイナー2モデルとの聞き比べも踏まえた上でのアーナー実機の主張の印象は、3キロ以上を抑えている分金属的な音がマイルドになりすぎる感があり、ベースの聞こえ方にラウンドワウンドの弦とフラットワウンドの弦みたいな違いがある。量感はあるけどベースにも中広域以上の要素はあるので、そこの足りなさを感じた。ボーカルの厚みはあるけど出しているのがこの帯域なので、すっきり抜けてくる感は少なめ。感触系のサウンドに慣れた耳だと最初は物足りないだろう。でも慣れてくると脳が対応できてきて、だんだん広域が聞こえてくるから不思議。視察音は感じないし、聞き疲れもかなり少ない。こういう質感で耳を鳴らしておくのもなかなかいいと思った。最初に買うイヤホンじゃないと思うし、感触系じゃないとダメな人にはおすすめしないけど、沼っている人が買うとアーナーの活かし方がわかるんじゃないだろうか。あと、広域がきついの苦手な人にもおすすめでしょ？そうね。ノズルやエアーチップを組み合わせて理想の音をじっくり探す楽しみがありそう。長く付き合える完成度の高いハイブリッドモデルだと思います。はい。ということで、カファイン、アーナーのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。